ウルファイナベータ 0.9。こんにちは、古川萌香です。まずは Android デバイスのニュースからどうぞ。はい、皆さん、こんにちは。では、セッションを始めさせていただきます。このセッションのタイトルは、Android 検証端末の選び方です。よろしくお願いいたします。まず、自己紹介なんですが、私の名前は、健太原田と申します。フリーランスの Android エンジニアをしていまして、最近ですと、IoT とかモビリティといった関係するアプリを作っています。本日お話しすることなんですけれども、タイトルにもありました通り、スマホアプリの検証ですね。今日は Android についてなんですが、どんな端末を使って検証していけばいいのかっていうところについてお話をさせていただきます。はい。まず最初に、すごく簡単な、アプリのリリースまでの流れなんですけど、実際は、もっと複雑な工程があるんですが、すごく単純に説明すると、まずどんなアプリを作るのか設計をして、で、その設計に基づいて、プログラミングですね、実装を行って、で、一番最後に、テスト、ちゃんと設計した通りにアプリが動作するのか、っていうところをテストしてアプリをリリースしていきます。で、一番最後のテストですね。実際の Android を使ってテストすると思うんですが、そこで一体どんなスマホを使ってテストすればいいのかっていうのは、結構課題になるんじゃないかと思っています。はい。ちょっとここで、サイトの説明なんですけど、私が、よくというか、結構毎日チェックしているサイトがありまして、GSM アリーナっていうサイトがあるんですけれども、こちらのサイトはですね、世界で発売される、スマホの情報ですね、結構いち早く、発信されているサイトで、もう発売前に、今回の端末はこのくらいのスペックでとか、いう情報が発信されたりするので、いつも楽しく見ています。で、ちょっと特徴的なのが、過去に発売されたスマホのスペックもですね、詳細に載ってるんですね。なので、自分が欲しい端末、どんなスペックなのかなとか、過去も自分が持ってた端末のスペック、こんな感じなんだっていうのもこのサイトでわかるようになってるので、日々チェックをしております。はい。そして、ちょっとですね、このサイトを使うと、いろんなことを検索できるんですけど、試しにですね、去年、2023年に発売されたスマートフォンっていうのをですね、検索してみました。もう、数字表示されてますけど、532機種ありました。で、これは、世界で発売された端末なので、日本で発売されたものは含まれておりません。なので、日本のものも含まれると、もうちょっと数が多くなってくるかなと思います。本当に、膨大な数の Android が発売されているんだなと思います。はい。そこでですね、今ご説明したんですけど、532機種、これだけテストするのは、やっぱり現実的に考えてもどうしても不可能なので、実際のアプリの検証をするときには、この中から、いくつか絞り込んだ上で、テストしていくっていうのが、大事になってくるかなと思います。なので、ここでですね、テストする機種をね、どんどん絞り込んでいくっていうことをやっていきたいと思います。はい。で、私の方で、今までいろんな、Android のアプリのテストをやってきたんですけれども、こんな観点で、機種を選んでいけばいいんじゃないかなというポイントを、6つ、今日はですね、ご紹介できればなと思っています。まず一つ目が、素の Android。で、二つ目、OS のバージョン。で、端末のシェアですね。で、あとは画面サイズ。あと価格帯、チップセット。この6つについて説明していきます。まず一つ目、素の Android ですね。これが一番大事なポイントになってきます。
最近結構日本でも有名になってきてるんですけれども、Google が発売している Pixel シリーズですね。こちらのスマートフォンは Google が作ってるということもあって、素の状態の Android が搭載されているモデルになっています。はい。で、あともう一つですね、あんまりメジャーじゃないんですけど、Android One というシリーズが、いろんなメーカーから発売されています。で、こちらはですね、カスタマイズが少ない、その Android に結構近い状態のものを搭載したシリーズとして、いろんな会社から発売されていまして、例えば、シャープさんとか、京セラさんとかから、このシリーズが発売されています。で、これも、素の状態に近いので、テストするのは、いいかなと思ってます。で、3つ目のエミュレーターですね。こちらは、開発者の方にはお馴染みだと思うんですけれども、Android Studio という開発環境に含まれている、仮想の Android 端末ですね。パソコン上で動くものなので、手軽に動作の確認ができるものになってます。はい。で、アプリを作るときはですね、こういったもの、その状態の Android でまずはちゃんと動くことっていうのを確認していくのが大事かなと思います。はい、で、二つ目、OS のバージョンですね。最近発売されるものですと Android の14が搭載されていますけど、古いものでは Android 12とか11とか、まだまだシェアが残っています。で、さらにですね、発売済みの端末であっても、そこから OS のアップデートが入ったりして、バージョンっていうのはどんどん移り変わっていくものです。で、今現在ですと、主流なものが、だいたい Android 10から14ぐらいまでっていう幅広くあるので、そういったものの、搭載された Android 端末を使って、OS のバージョンごとの結構違いっていうのも出てくるので、そういった着眼点で、テストしていくっていうのも大事かなと思います。はい。三つ目、はい。端末のシェアですね。やっぱり一番多く、皆さんが使っている Android で確認していくっていう作業も大切だと思います。で、こちらの、引用させていただいた資料によるとですね、ちょっと世界的な、資料になるんですけど、一番が、Android ですとサムスン、韓国のサムスンですね。であとは、中国のシャオミ、オッポ、ビーボーといったところが、世界的に見ると、このあたりが、シェアが高い状態となっています。で、国内の状況で見ると、このグラフとはちょっと、状況変わってきてまして、日本国内で言うとソニーさんとか、シャープさん、京セラさん、富士通さん、いろんな会社が Android の端末出していますので、そのあたりの、端末のシェアっていうのを加味しながら、端末の選定っていうのを行っていくといいかなと思います。はい、次に画面のサイズですね。最近、結構大きめの Android が主流になってきていますけど、割と小さめのものも、時にはあったりして、楽天ミニっていう端末ですと3.6インチもう手のひらに収まってしまうぐらいの画面の端末もあったりします。で、さらにですね、インカメラと呼ばれる、手前についているカメラですね。画面の上部の、パンチホールって呼ばれる、穴が開いたような、形で搭載されていたり、ノッチ型と呼ばれている、ちょっと雫型上から垂れるような感じでついているカメラもあったりして、そういった部分がUI にちょっと悪影響を与えたりすることもあるので、そういった部分で確認は必要かなと思います。はい。次に価格帯ですね。これはiOS にはないAndroid の特徴なんですけれども、Android は非常に高い、機種、6万円、最近ですともう10万円オーバーのものもありますけど、そういったものから一番安いものですと本当に1万円を切る価格の Android も発売されています。当然価格が違ってくるので、そこに搭載されるハードウェアももちろん異なってきます。Android なので基本的な動作には違いはないんですけれども、処理速度で言ったりとか、いろんな接続性の部分で、細かい違いが出てくるので、いろんな価格帯の、
端末を、選定してテストするっていうのも重要かなと思います。はい、次にですね、ちょっと細かい部分になるんですけれども、チップセットという部分ですね。Android をいろんなメーカーが作ってるんですが、実はですね、一から作ってるっていうことはなくてですね、チップセットっていう、Android のハードウェアの重要な部分ですね、CPU や GPU、モデムなどの、重要な部分をセットにしたハードウェアを組み合わせて、そのAndroid 端末としていろんな製造をしていきます。で、そのチップセットを作ってるメーカーというのが何社かあります。はい。主なものでだいたい5つぐらいですね。で、上の2つでほぼ市場の 50% ぐらいで採用されています。で、1番目がメディアテックですね。2番目、クアルコム。で、3番目のユニソック。で、サムスンと、5番目の、ハイシリコン、こちらは、ファーウェイという会社の端末に搭載されているもので、あんまり他社向けには一般的には使われていませんので、一番、多いところで言うと、メディアテックとクアルコム、この2社が使われていることが多いです。はい。こういったチップセットの違いでも、動作に違いが出てくることもあるので、テストが必要かなと思います。はい。はい。まとめに入っていきたいと思います。ここまでいろんなAndroid 端末の選定のポイントっていうのを説明してきたんですけど、いかがでしょうか。いろいろ絞り込むポイントはあるんですけど、それでもやっぱり多いなというのが、私の感想です。このたった6つの選定ポイントなんですけど、これにさらに掛け算でいろんな要素を加味していくとですね、本当にいろんな、価格帯、画面サイズ、OS のバージョン、ピクセルとか、いろいろ考えていくとですね、もう本当に気が遠くなるほどの端末をテストしていかないといけないんですが、実際はちょっとそこまでは無理なので、ちょっとまとめとしてお話しさせていただきます。やっぱりですね、現実的なラインを考えて、テスト、検証をしていくのがいいと思います。ちょっとここでは例になるんですけれども、国内の場合ですね、大体売れてる機種とか使われてる機種は、検索すると出てきますので、そういった部分で、考えていくと、まずは Google の Pixel ですね。その Android が入っています。で、あとは、サムスンの Galaxy、ソニーの Xperia、あとは、ミッドレンジ、中価格帯で結構売れてる Oppo さん、Xiaomi さんのスマートフォン、こういった部分をテストしていくと、国内で言えば大体をカバーできるんじゃないかなと思っています。はい。で、最後にまとめなんですが、何度も言ってるんですが、すべての機種をやっぱりテストするっていうのは不可能だと思いますので、その場のアプリの状況もあると思うんですが、現実的なラインで機種を何機種か選定して、選定した機種ではちゃんと動くようにっていうところを考えていくといいと思います。で、ちょっと思い出話になるんですが、2014年、Google のキャンペーンでこんなキャンペーンがありました。みんな違うから世界は楽しい。これいろんな捉え方があると思うんですけど、私はこう捉えました。Android の魅力って、いろんな形とかスペック、価格帯、選択肢がとってもあって、面白いと思うんですけれども、やっぱりですね、違いがあるっていうのはとてもいいことなんですが、その上で、同じようにアプリを動かしていくっていうのは難しくなってしまうんですよね。なんですけど、アプリ開発者としては、なるべく多くの端末で動くように努力していきたいと思っています。はい。では、私の発表は以上になります。ご清聴ありがとうございました。以上、Android デバイスニュースでした。ありがとうございました。で
ではここでゲストのケンタ原田さんをお呼びしたいと思います。ケンタ原田さん、こんにちは。こんにちはありがとうございました。よ原田と申します。よろしくお願いします。ろしくお願いします。イエイ。発売されたスマートフォンなんで500種類ぐらいでしたっけ？そうですね。だいたい年間で2023年で532機種。それびっくりしました。なんかもっと少ないのかなと思って。そんなにあるんですね。ね、知らなかった。そう。はいはい。 GSM アリーナっていうサイトがあるんですけど、そこでいろんな機種の情報がわかるので、はい、そこでスペックとかもわかるので、必要なテストしたいスペックとかで、検索すると大体絞り込めるので、そこでやってます。ケンタ原田さんはそれもう毎日チェックしてる感じなんですかね。このデバイスオタクの。私ははい、毎日ですか？本当に？はい、好きなので、今ギャグで言ったんだけどい。や日々チェックして。毎日。ちなみに何使ってるんですか？スマホは。私はステルです。あ、そうなんですね。なんか見てて、これ使いたいなみたいな。あれですか？メインじゃないのを持ってる的な。メインじゃないのも何台か。すごいです。メインじゃないのは何使ってますか？シャープのアクオスはいはいはい検証用で。まあ日本で日本のメーカーだと一番ですよね。多分そうですあ、そうね。なんですね。シェアが。私も普段使いピクセルなんですよ。はいはいはい。私もピクセルです。ということで、Android エンジニアをほっとくとですね、そりゃあピクセル使いそうたいよねですよね。そうなんです。だからエンジニアの方はピクセル使いがちなので、その他でも、テストしなきゃいけないので、例えばエクスペリアとかソニーさんも売れてるので、あとテストしなきゃいけないですし、あと日本だと京セラ、あと富士通さんもあるので、その辺は押さえとかそうなんだよね。ピクセルだけ検証機で使ってると平和な世界だから。いや、そう。QR コード全然読み取れない端末とかありますもんね。まさにちょうどあり今年ましたに入っててか今ちょうど当たってんじゃないかな。あらフラッター案件かな。全くもって読み取らないみたいな。ハイエンドって10万円以上のイメージを勝手に持ってたんで。ケンタ原さん、ハイエンドの基準って何ですかね？いや、そこの基準は、曖昧なんですけど、最近だと6枚だともうミッドレンジ価格帯になってきてますね。やっぱそうなんですね。そうだよね。iPhone に比べると Android の方が手が出やすいってイメージがずっとあったけど、最近は価格ではだからもう拮抗してる感じだよね。意外と iPhone より高いやつとかもあったりしますもんね。チップ？チップセット。そうそうそう、チップセットっていう言葉も初めて聞いたんですけど、なんかそういうのが入ってるんですね。はい。どういう違いがあるんですか？そのスマホの中に入ってるいろんな CPU とかメモリとかを合わせたものをチップセットって言うんですけど、それを何社か作ってる会社があって、スマホのメーカーはそれをまずベースにして独自のカスタマイズして作ってるんですね。そのベースが違うとやっぱり動きも違ってくるので、そのチップセットの種類で端末を選ぶっていうのもありかなと思います。ギャラクシーと、エクスペリアでも同じチップセットを使ってるものがあるので、そうなんですね。動作は2回。メーカーが違うと全然違う子だと思ったんですけど、そっちはそっくりさんだったり。そこまで分かってるとね、そういう共通点とかも見れるから、確かにバグの切り分け方もちょっと変わりそうかも。同じメーカーでも安い価格帯だと違うチップセットを使ってたりするので、同じメーカーなんだけど価格帯によってちょっと動きが違ったりとかあるので注意が必要です。そういう知識がある人がどこの現場にも一人はいたら、まあちょっと豪華すぎますけど、まあ日本やっぱりまだまだ iPhone を使ってる人の方が多くて、そう検証する人とかディレクターさんとかも結局ね、PM 人とかも iPhone のことをみんな知ってて、Android のそういう事情に目が向くことがあまりない、少なめだよね。私の経験だと、なんかある機種でしか起こらないバグが、なんか関係者のすごい偉い人だったりするんですよ。その人の声が強いと、俺の端末で見れないんだけど、シャオミみたいなね。
それで直したら経験なかったりとかあるんですけど、頑張っては直すパターンもありますけど、やっぱりどうしようもないケースもあるので、そこはもう本当にごめんなさいっていうこともあります。完成です。できました。カリッとしてますね。ああ、よかった。あ、よかった。ありがとうございます。ターゲット SDK を上げるみたいなことやって、それやってなかったら、まあ、確かに削除しますみたいなことが書いてあって、でね、めっちゃ頑張ってよね。そう、頑張って。動かないのなんか頑張って動かすようにしたりとかして必死に全部やって、そう全部対応したのに、そう間に合ったって思ったのに消された。そうしかもアプリが消されたんじゃなくてデベロッパーアカウントごと抹殺されたの。そうすごいですね。ひどくないですか？なんでもひどいよ。やばいですよね。なんでと思ってって思ったらこれあったんですよね、Google に。あ、そうなんだ。そうって自分のあれが使われてしまったんですけどって、でも私ちゃんと対応しましたって確認してくださいって、そしたらもうアカウントは消えたので確認はできませんって、あっちから作り直してくださいって書いてあ、そうだし、アカウントごと消されると初めに払った25ドルもなくなるから、そこはちょっとどうにかしてほしいけど、まあでも消えちゃった方はまあしょうがないってじゃあ考えるとして、次さソースコードあるわけだからアプリ出せるじゃん、じゃあ出そうとした時にですよ、多分2023年11月ぐらいに新規のデベロッパーアカウントを個人で作る人はそうテスターが20人いないとダメみたいな。20人小さい会社さんとか難しかったりしますよね。絶対難しい。個人じゃなくても難しいし、なんかそのテスターっていうなぜ人なのかみたいな、なんか私こんだけいろんなものが自動化されてる世の中で、今人のこと言うんじゃなくて、せめて自動テストでこういうテスト通せとかの要件だったらまだわかるんだけど、なぜ人、しかも20人。そうそう。1個ちょっと地味に面倒くさいなって思ってるのが、アプリの説明文とか、あれもあれごとも何も見えなくなっちゃったから、そうまた一から書き直しかと思って、なんて書いてたっけ。そうあれごと消えてんの。だってもうログインできないから、そうもう何も見えないんですよね。ああ、スクショも全部だ。そうだ、面倒くさいな。面倒くさいね。まずは協力してくれるテスター20人を確保しつつ、あの辺の説明文とスクショを全部用意してですね。なかなかの熱量が必要ですね。そうなんですよ。私が面白い話を耳にしてですね。なんか開発スタイルってあるじゃん。ウォーターフォールだとかアジャイルだとか、このアプリの中で出うるエラーの一覧みたいなのを書く、そういうなんか使用書とかがあって、こっちの感覚だとね、新しいものの実装を今まあ設計しつつ実装しつつってちょっとずつ進めてるんですけど、そうすると当然今後もそのエラーっていうのは実装が進むたんびに出てくるじゃないですか。そうなんだけど、エラーの一覧決めてほしいってその連携して進めてる先の企業さんからこう言われて、現段階でですかみたいな、まだ実装進めてるのにですかみたいなのがあって、事情を聞いたら、先方はウォーターフォールっていうスタイルで開発をしていると。エラーハンドリングのエラーの種類が全部できていないのに実装に入ってるってことは不思議でしょうがないみたいな感じらしくて、そうなんでその実装しながら使用書も埋めていきながらっていうのを多分アジャイルって業界では呼んでいて、そうじゃないのウォーターフォールみたいな。なのでそう、こっち側はアジャイルでやってるけど先方がウォーターフォールでやってるからみたいな。ただじゃあ、今後どうしても増えることがあった時はできるだけ連番で今すでに出してるものの次に付け足していく、今まで出してるエラーは変更せずに付け足していくっていう方針なので、そこ
で飲んでいただきたい。でなんかまあ正直なところそれでも困るらしくて、ダメなんですか？そうでなんかその理由がちゃんと分かって、そのなんだろう、エラーの数が増えるイコールウォーターフォールでいうところの上流の使用書に変更が入るっていうことになるらしくて、上流の使用書に変更が入った場合はお金が動くんだって。そういうシステムなんだってウォーターフォールで。そうですね、昔の開発スタイルおっがとここに、そうなんだ。歌の工程になるほどその使用書を書き換えるっていうのがどんどんハードルが上がっていくんですよ。お金も時間もかかるのでどんどんハードルが大きな会社さんがこの予算を取って大きなシステムとかを作るときに初めにいくらですって多分会社に予算申請をしてみたいなそういう事情があったりすると予算はこれ以上動きませんっていうのがきっとあると便利みたいなので多分アジャイルっていうのが出ても多分十何年20年とかなるのだと思いますけど、そういうのがあってもウォーターフォールでやるっていうのはなくならないっていうのはきっとそういうことなんだろうね。まあじゃあ喋りきったんで、最後はあれですかね、ソーラン節でやるんですか結局？締めるしかないんじゃないですかね。他なんか案あります？